住みたい環境はやっぱ日本がいいなと思ってて、活躍するのはもう世界どこでもみたいな。もうアップルに入社してすぐの頃からいずれ自分でこうやっていきたいなっていう気持ちは強かったんですよ。ちょうどそのタイミングでサードウェーブコーヒーっていうのがアメリカの西海岸に訪れることになって、アップルにいながらもそのデザインスタジオの中でエスプレッソマシンがあったんですよね。やっぱそのメカニカルなんで、触ってで古いもんだから、それを見ながらロマンも語りながら、やっぱりこっちをこうした方がいいんじゃないのみたいな、もう冗談でよく言ってたけど、もうこの会社を辞めたらもう作ろうやみたいな話よくしたんですよ。でその話を一番よくしてた2人は、今うちの会社のボードメンバーになってもらってるから、ね、25年前アップルのスタジオで語ってたことが今実現できてるから面白いなっていう。アップルはね、その当時まだどん底でちょうど iPod っていう商品を作り始めてたから、面白い仕事いっぱいやらせてもらえたから、だけどそれともうずっと自分のやりたいこと、もう自分で何かをやるんだったらまだエネルギーがあって自分のモチベーションが高い時期でやらないともったいないと思って、それで決心ついて自分で独立して会社を立てようと思って。iPhone とか IT 商品をやるときは寿命がやっぱもうほぼ決まってて 2,3 年ぐらいがせいぜいみたいな、そういうイメージじゃないですか。でそういう商品とずっとやっぱ関わってると、いずれそれゴミになるっていうちょっとその罪悪感みたいなのがあるから、コーヒーの機械はむしろ自分が家で使ってた50年前のやつがそのまま現役で使えてるっていう、そういう何十年でも持つ商品と関われたら、もうゴミを生み出していくそのサイクルじゃなくて、もう大切に物を選んで買って長く大事にする、買い替えるんじゃなくても直す、世の中にある資源を大切にする、そういう商品が作れるなら自分の人生のポリシーにより合ってるのかなっていう気がしたんです。自分の会社で作るものは意味のない、売るための技術の搭載というのは絶対やらない。そこはもう決めてます。とにかく究極の一杯が作れるための道具の不可欠している部分を払拭したいっていう、現在のマテリアルだとか生産技術だとか、ああいうのを取り入れて同じ普遍的なものを作ればもっといいものができるっていう確信があったんですね。毎日楽しくそれを使ってほしい。今乗っているポルシェはそうなんだけど、もう超シンプルで頑丈にやっぱ作ってるから、全部把握できる、一人の人間が。で誰かあったら自分で修理できる。で修理するだけの価値がある。少なくとも自分の会社ではもう自分たちのオリジナルなことでしかやりたくない。新しいコーヒーミルのジャンルがそれで作り上げることができたんで、自分たちがほぼ10年ぐらい前語っていた良さっていうのが普及してきてて、業界を大きく変えてるという実感はしますね。憧れの的ではあったんですよ、日本という国が。当然自分が大学に上がるときは留学は日本に早い段階で決めて、とにかく自分は九州に来て陶芸をしたかったんですね。だから本当もう陶芸家になろうと思ったんですよ。自分の手で作り上げたものを実際売るっていうのはすごいピュアなんだけど、制限がかかってるじゃないですか。で自分は開発能力1億あるから、それを使ってもっと拡大すればより多くの人に触れられる。だから仕事としてやれることはもう最大限にそれ生かした方がいいのかなと思ってこの道を選んだんです。今こうやって日本で暮らしながら運営してるのはアメリカの会社なんで、そのアメリカの会社が台湾の子会社持ってたり、日本の子会社持ってたり、ドイツ持ってたりするから、自分の居場所は本当好きなとこを選べて活躍するのはもう世界どこでもみたいな、もう今の時代だからこそできることです。一番大切にすることは当然家族なんですよね。パパとしてこういう生き方を選んでいる、ゼロから何かを生んでいるっていう、それはどの時代であってもやっぱ愛通じることはあると思うんですね。これは人が手を貸して作ってるし、ラベル貼ってるし、部品を組み込んでるし、パソコンを開いてポチって物が届く世界じゃない。